こんにちは。日本語ポッドキャストラジオです。今日はどうして私が日本語の先生になったかというのを話していきたいと思います。では、早速話していきましょう。まず、私はもともと全然勉強ができませんでした。中学生の時、高校生の時、本当に勉強が大嫌いでした。もちろん、英語の勉強も全然できませんでしたね。私は高校2年生までずーっと楽しく部活をやっていました。大体日本では部活に入る人が多くて、私も、中学生の時はバスケ部、高校生の時はテニス部に入って毎日毎日、部活に行っていました。なので、基本的に朝から、授業に参加して、で、午後、3時ぐらいかな。3時ぐらいに授業が終わって、で、その後、部活に参加する。で、部活はだいたい、5時から6時とか、1時間か2時間ぐらい、部活に参加して、で、疲れて帰ってきて、で、寝るっていう生活を、ずっと繰り返していました。で、中学の頃は、バスケ部と言いましたが、土日も、部活があったので、土日もバスケをやっていました。高校の時は、土日は部活がなかったんですが、土日はアルバイトをしていました。で、もちろんあまり勉強する時間がなく、というか、あまり勉強したくなかったので、あまり、真剣に真面目に勉強はしてきませんでした。で、高校3年生の時に自分の成績を見て、もしかしたらこれでは大学に行けないかもしれないと気づいたんですね。日本では大学に行く方法が2つあって、1つは大学に入るために、高校の成績を使って行くという推薦という方法があります。この推薦という方法はもちろん高校までの成績がとても大切なので、高校の中で、いつもあるテストを、ちゃんと、しっかり、いい点を取って、いい成績を取っていたら、その推薦という方法で、いろいろな大学に行くことができます。あとは、もう一つの方法が、一般入試といって、その大学がやっている試験に合格することですね。で、私はもちろん成績が全然取れていなかったので、一般入試という大学がやっている試験に合格しなければ、大学に入れないということに気づきました。それが高校3年生の春でしたね。で、そこから私は焦って、これだと大学に行けない。頑張って勉強しなきゃ。と思い、真面目に勉強をするようになりました。本当に人生で初めて真面目に勉強をしたと思います。なので、高校3年生の春から真面目に勉強を始めて、で、夏休みがあったんですね。夏休みが、8月、1ヶ月ぐらいですね。
休みで、で、もちろん自由なので、私はその夏休みで毎日毎日10時間ぐらい勉強をしたんですね。こんなことを人生でなかったので、本当に大変でした。で、普通は周りの人は塾に行ったりするんですが、私はなぜか塾に行かず、一人で勉強をしていました。なので、精神的にもかなりストレスが大きかったと思います。でも、夏休みが終わって、そこから学校に行って、で、学校の英語の授業で、いつも通り教科書を開いてみたら、英語が読めるようになったんですね。あれ今まで全然読めなかった英語が、なんかわからないけど、意味が理解できるようになってるぞ。ということに気づいたんですね。これは本当にびっくりしました。今まで全く意味のわからない文字だと思っていたのに、なぜか意味がわかるようになったんですね。今までどうして英語を勉強するんだろうっていうふうに思っていたのに、あれ面白いぞって気づき始めたんですね。だって、日本では、日本語を使っていれば何も困ることはなくて、英語なんて日本語と全然違う言葉ですから、もう本当に勉強しなかったら何にもわからないんですよね。だから私はもう全然英語を勉強してこなかったんですが、自分がわからない言葉もわかるようになるっていうのがすごい面白いなって気づいたんですよね。で、その後、大学のために、試験勉強を頑張って、で、大学の試験を受けて、で、いろいろな大学を受けたんですが、合格したり合格しなかったりして、で、合格した大学に入りました。はい。で、その時、実は一番入りたかった大学には行けなかったんですが、あ、そうですね。勉強していたので、大学には、合格することができて、で、その大学に入りました。はい。で、大学では、そう、まず大学1年生になった時に、これからどうしようかなって考えたんですね。というのも、大学が終わったら、もう仕事を始めなきゃいけない。なので、自分はどんな仕事をするのかな、どうすればいいかなって考えたんですね。うん。その時に自分は学校に行くのが好きだったんですね。私は勉強が嫌いだったんですが、ただただ学校に行って友達と話すのが大好きだったんですよ。なので、私は学校に行く、学校にいるっていうことは大好きだったんですね。で、じゃあ学校が好きだから、学校で仕事をすればいいんだなって考えたんですよ。で、学校で仕事をするっていうことは、先生にならなきゃいけないかなって思ったんですよ。じゃあ先生にならなきゃいけない。何の先生にならなきゃいけないんだろうって思って、そこで考えたのが、最近英語が好きになってきたから、英語の先生にしようっていうふうに思いました。
なので、私は大学1年生の時に、まず、英語の先生を目指しました。英語の先生になるために、英語の先生のコースを選んで、そして大学でその授業を受けて勉強していました。ただ、私は大学1年生の時、もちろん今まであんまり学校の授業に真面目に参加してこなかったので、どうやって授業でいい成績を取るのかわからなかったんですね。もちろん大学の試験のために勉強はしましたが、それは大学の試験のために勉強したので、普通の授業の中で、例えばね、いいレポートを書いて、いい授業の態度で、いい成績を取るっていう方法が全然わからなかったんですね。なので、大学1年生の最初の授業では、もうすごく悪い成績を取ってしまったんですね。で、実はその時、私はテニスサークルに入っていたんですよ。で、これは日本人だったらもしかしたら聞いたことがあるかもしれないんですが、大学のテニスサークルってちょっとあまり良くないテニスサークルもあるんですよね。良くないっていうのは、本当はテニスをするんじゃなくて、お酒を飲む方が多いみたいなサークルです。で、私が入ったテニスサークルも、ちょっと良くないところがあったんですよね。でも、友達がたくさんできたし、すごく楽しかったですね。そう。でも、やっぱり最初にすごく悪い成績を取ってしまったので、これはテニスサークルをちょっとやめて、で、勉強に集中しなきゃいけないかな、と思って、テニスサークルをやめました。はい。で、その後、テニスサークルをやめてから、頑張って成績を取る方法を友達に教えてもらったりして、なんとか成績は良くなっていきました。で、大学生の時はいろいろな活動をして、英語の先生を目指していました。私は高校の先生になりたかったですね。はい。で、大学3年生の時に、うーん、もしかしたらこれって大学で日本語の先生になる勉強も同時にできるんじゃないかっていうことに気づいたんですね。というのも、大学の授業ってこのぐらい取ってくださいっていうのが決められているんですよね。それが単位ですね。単位がだいたい128ぐらいかな。128単位は必ず卒業までに取ってくださいねって言われていました。で、私は計算したら、大学4年生で卒業するときに170単位ぐらい取れるぐらいのスピードで今来ているっていうことに気づきました。ということは、50単位ぐらいプラスで勉強できるということに気づいて、それで、じゃあ、日本語の先生になる勉強もしようかなって思ったんですね。はい。私は、これはその真面目というわけではなくて、大学の学費って高いじゃないですか。日本の大学の学費って、私立、ね、プライベートの私立だったら、1年で120万円ぐらいするんですよね。
なので、私は絶対に無駄にしたくなかったんです。私はケチなんです。はい。ということで、私は大学3年生の時に日本語の先生になる勉強を始めました。はい。で、日本語の先生になる勉強を始めてから、その難しさに本当にびっくりして、あれ全然わからないけど、こっちの方が面白いかもって思い始めたんですよね。うん。これはまた別の機会に話した方がいいかもしれません。日本人でも日本語の文法の説明は本当に全然できません。これはでも皆さんも同じだと思います。皆さんが一番最初にできるようになった言葉。例えばアメリカ人だったら英語、フランス人だったらフランス語は説明するのが難しいと思います。うん。なので、私はもう一回日本語を勉強しました。はい。でも、これは難しかったですが、楽しかったです。うん。で、大学4年生の時に、私は2つ教育実習に行ったんですね。教育実習は、その学校に行って教える練習をすることですね。で、最初の教育実習は、日本の高校に行って、高校生に英語を教えました。はい。で、もう一つの教育実習が、タイに行って、タイの大学で、タイの大学生に日本語を教えました。うん。で、その二つの経験をして、やっぱり日本語を教える方が私は面白いなと思ったんですね。うん。そう。なので、私は日本語の先生になろうと決めました。うん。ただ、私はもう、その、日本語の教育実習を、したときは、大学を卒業する直前だったので、大学を卒業してからすぐに日本語の先生になって、それから今までずっと日本語の先生として働いています。はい。ということで、今日は私が日本語の先生になるきっかけを話しました。どうですか？こんな感じでいろいろなエピソードを話していこうと思います。もちろん私は日本人ですが、日本語を間違えることもあります。そこも一緒に聞いて、これが日本人の日本語ということを聞いてもらえたら嬉しいです。日本語ポッドキャストラジオです。もう12月ですね。12月といえばクリスマスですね。クリスマス、皆さん何をしますか？私は家族と過ごすと思います。まあ、家族というか、妻なんですけど、そうですね。私は12月24の夜に、まあ、ちょっとしたクリスマスパーティーというか、まあ、いいご飯をお家で食べようと思います。うん。まあ、日本のクリスマスって言ったら、だいたいその恋人と過ごすっていうのが多いんじゃないかなと思いますね。まあ、もちろん子供の時は、まあ家族と一緒に、まあ家の中で美味しいご飯を食べたりしましたが、あ、そういえば皆さんはクリスマス何を食べますか？そうそう。この話をしようと思ったのが、その日本のクリスマス、まあ特に12月24ですね。なぜか日本では24のイブの日の方が
なんかクリスマスって感じがするんですよね。これはなんでかわからないんですが、25日クリスマス当日は、私個人的には、クリスマスかって感じですね。って感じって言ってもどんな感じかわからないと思うんですが、そう。で、実は多分12月24、すごくケンタッキーが売れると思うんですよ。そう。もし日本に住んでいる人がいたら、12月24日、ちょっとケンタッキーフライドチキンに行ってみてください。多分人がめちゃくちゃいて、買うのにすごい時間かかると思います。なんでだろうね。クリスマスイコールケンタッキーを食べるっていう文化なのか、なんかそういうイメージが強いんですよね。これって日本だけだと思うんですけど、どうですか？なんかよくアメリカではターキーを食べるとかあると思うんですけど、なんか、日本ではまあ確かにターキーのイメージはあるけど、ケンタッキーなんでケンタッキーなんだろうっていうね。そう。でも、そう、私はクリスマスにケンタッキーは確かに食べたいけど、でも買うの大変だから、まあ、例えばピザを頼んだり、あとはもう家の中でなんか美味しいご飯を作ったりっていう風にしてますね。まあもちろんどっかにディナーに食べに行ってもいいと思うんですけど、まあ私はうちでゆっくりする方が好きなのでまあ基本的にうちでちょっといいご飯を食べるっていう過ごし方をするんじゃないかな。うん。そう。今年は、そう、何を食べようかなって思って、実は、ちょっといいオーブンレンジを持ってるんですよ。なので、そのオーブンレンジで鶏を丸ごと焼いて、ローストチキンを作ろうかなと思っていて、そう、それがね、すごく楽しみなんですよね。そう。そうそうそう。なので、まあ、クリスマス、まあ、皆さんはいろいろな過ごし方があると思いますが、私はこんな感じでクリスマスを過ごそうかなと思いますね。うん。で、クリスマスが終わったら、もうすぐにお正月の雰囲気ですね。うん。どうなんだろう。これも、ちょっと私、他の国で長い期間過ごしたことがないので、気になるんですが、例えば、12月25日が終わって、26日はどうですか？クリスマスの飾りとか、もうすぐ取るんですか？なくなるんですか？日本ではもう12月26日になったら、もうすぐにクリスマスの飾りを取って、で、お正月の飾りをもうすぐつけるんですよね。うん。あれもなんかすごい個人的には好きなんですよね。なんか26日になったらクリスマスの雰囲気からもう一気にお正月の雰囲気に変わるっていう感じで、なんかね、気持ちが年末だなーっていう気持ちになりますね。うん。だって、クリスマスって、まあ、欧米の文化っていうか、そのヨーロッパとかからそういう文化が入ってきて、で、まあ、日本の文化というわけではないですよね。だから、飾りとかも、もう全然雰囲気が違うじゃないですか。全然違う雰囲気が、一日で一気に変わるっていうのは、なんか、面白いですよ。
お正月の飾りっていうのは、なんだろうな、竹とか、ちょっと言葉で説明するのは難しいんですが、でも、お正月の飾りはどんな感じですかってネットで調べたら、すぐ出てくると思いますよ。うん。で、年末ですね。そう。皆さん年末はどうしますか？日本では、普通に働いている人だったら、だいたい26日ぐらいから休みになるんですよ。26、27ぐらいかな。うん。で、新しい年になって、その次、1月、1、2、3は休みですね。うん。で、そこに土日が、週末がね、一緒に休みになったりして、だいたい年末年始で1週間ぐらい休みになったりします。うん。でも、クリスマスは休みじゃないですね。12月24、25は休みじゃないですね。うん。そう。皆さんはどうですか？私は今年の年末、実はマレーシアに行こうと思います。すごく楽しみです。マレーシア、実は私、一回だけ、ちょっとだけ行ったことがあるんですが、それも実はシンガポールに旅行に行った時ですね。シンガポールとマレーシアってすごく近い、ね、隣じゃないですか。だから、シンガポールに行った時に、あれちょっとマレーシアも行ってみようかなって友達と話して、それで一日だけマレーシアのに、ね、本当にちょっとだけ、ちょんってマレーシアに行ったんですよ。でも、なんていうか、マレーシアの中心じゃないので、本当に端の方に行っただけなので、全然なんかマレーシアの良さを経験できないまま帰ってきて、ちょっとね、なんていうか、心残りだったんですよね。で、ずーっといつかマレーシアのクアラルンプールに行きたいなーって思ってて、そしたら今年の年末、友達と行けることになったんですよ。すごく楽しみです。私実は毎年タイにはよく行くんですが、マレーシア、あとはそのベトナムとかもあんまり行ったことがないですね。うん。だから、すごく楽しみですね。うん。私は、その、寒い時に暖かいところに行くのとか、あとは、すごく暑い時に涼しいところに行くのがすごく好きなんですよ。例えば、私、この8月、日本では本当に毎日30度以上で、すごく暑かったんですが、その時に、あれもしかしたら、山の方に行ったら、もっと涼しいかもしれないと思って探して、白馬というところが涼しいというのを見つけて、白馬に行ってきたんですね。白馬は、本当は、スキーをするところで有名ですね。うん。なんですが、私は8月に白馬に行って、白馬は、そう、すごく涼しかったです。この、私が住んでいるのは、東京の近くなんですが、東京の方だと、毎日30度以上だったんですが、白馬の方は、もう20度より下で、もう全然、すごく良かったです。そう。っていうのが好きなので、で、逆に今は12月ですごく寒いですね。もう今は
本当に10度ぐらいしかなくて、毎日毎日寒いので、逆に暖かいところに行きたいですね。っていうところで、マレーシア、いいですね。暖かいですよ。多分25度以上、ありますよね。すごくいいです。最高です。もう本当に楽しみですね。うん。これ、でもあんまり友達とかに言っても、あんまり共感されないんですけど、どうですか？皆さんも暑い時に涼しいところとか、寒い時に暖かいところ、いいと思いませんか？もし共感してくれると嬉しいですね。はい。日本語ポッドキャストラジオです。今日は私が初めて海外に行った時の話をしようと思います。皆さんは海外に行ったことがありますか？どうでしたか？私が初めて海外に行ったのは大学1年生の時でしたね。それまで一度も海外に行ったことがなかったんですね。ただ、私は旅行が好きだったので、日本の中で旅行をしたことがありましたが、海外は一度も行ったことがありませんでした。もちろん家族で一緒に海外に行くっていうのもありませんでしたね。うん。で、大学1年生の、多分秋の楽器だったと思うんですけど、一つの授業で、一つのプロジェクトが紹介されていたんですね。それが、サンチャゴ巡礼っていうプロジェクトでした。これはどういうプロジェクトかというと、サンチャゴ巡礼っていう世界遺産がフランス、スペインにあるんですね。あとはポルトガルですね。で、そのサンチャゴ巡礼っていうのは、すごーく長い道があって、その道を歩くっていう、そういうプロジェクトですね。うん。で、これはもう1000年ぐらい前からずーっとクリスチャンの聖地として、ずーっとクリスチャンの人が歩いて歩いて、で、最後に大きい大聖堂に行くっていう、こう巡礼の道が、あるんですが、それに行くというプロジェクトがありました。私は、それに、うーん、なんで参加したのか、そうですね。まあ、とにかく、海外に行ったことがなかったので、ちょっと安く海外に行きたかったんですね。そのチラシをもらった時に、安く行けるよって書いてあったんですよ。普通に海外に行くんだったら結構高いと思うんですが、そのプロジェクトでは、ちょっと大学からお金が出ていたのかな。なので、普通に行くよりも、ちょっと安く海外に行けるっていうのが書いてあったと思います。で、やっぱり大学1年生の時は、全然お金がなかったので、お、これはいいと思って、あんまりそのサンチャゴ巡礼道っていうのを、まあ、調べないというか、気にしないで、とにかく海外に行くっていう目的で参加しました。そう。実は私の大学は、キリスト教の大学だったので、
授業の中でお祈りとか、あとはキリスト教の勉強とかもしていましたね。うん。私はキリスト教信者ではないんですが、同じ大学の中で、クリスチャンの人もいたし、あとはそのプロジェクトを作った先生も、クリスチャンの日本人でした。うん。で、このプロジェクトは、誰でも参加できるっていうわけではなくて、確か、最初に申し込みをして、で、それから、ちょっとインタビューみたいな面接をして、その後に、じゃああなたは行くことができますっていう感じで、選ばれたと思います。うん。っていうのも、このプロジェクトは、確か10人ぐらいまでっていう風に人数が決められてたんですよね。うん。で、10人ぐらいで、みんなで一緒に、そのプロジェクトとして、まず、フランスに行くんですけど、その中に、ちょっと変な人がいたら、その後に大変なことになってしまうので、多分、そのインタビューの時に、この人は本当に大丈夫なのか、本当にこのサンチャゴ巡礼というプロジェクトに参加して、いい人なのかっていうのをチェックされたんだと思いますそれで、10人ぐらいが決められて、大学1年生から大学4年生までバラバラだったんですが、男の人もいるし、女の人もいるし、もう本当にバラバラな人たちが選ばれて、で、私も運よく選ばれて参加できることになりました。うん。もちろん行く前に三茶五巡礼ってなんだっていうのをしっかり勉強していきましたね。うん。で、その巡礼道の道は、本当はフランスから始まっていて、本当はいろいろなところから始まっているんですが、フランスからスペインを通って、で、ポルトガルの方まで続いているんですよ。うん。で、全部で1000キロぐらい。1000キロですよ。1000キロぐらいの長さになっています。うん。もちろん、大学のプロジェクトなので、大学の休みの時に行くんですよ。日本では、大学の休みは、基本的に夏休み、あとは春休みですね。うん。楽器が2つありますね。春の楽器と秋の楽器。春の楽器は、だいたい4月、5月、6月、7月ぐらいまで続いて、で、7月の途中から8月休み、で、9月の途中まで休み。それが夏休みですね。で、夏休みが終わったら、秋学期が始まりますね。秋学期は、9月の途中から、10月、11月、12月で、1月ちょっとだけテストがあって、で、1月の途中からずっと2月、3月休みだったと思います。で、このプロジェクトはその、2月に行われました。うん。私の期間は3週間ぐらいだったと思います。なので、21日ぐらいかな。うん。20日間ぐらい、このプロジェクトに参加して、フランス、スペインに行ってきました。うん。毎日、もう何時間も
重い荷物を持って歩いて、本当に大変でしたね。うん。というのも、自分の荷物は自分で全部持って歩かなきゃいけないので、まあ、本当に大きいカバンですね。リュックを持って、それは10キロぐらいですね。10キロもっとあったかもしれません。まあ、とにかく、その、まあ、いろいろな荷物がカバンの中に、はい、入れられていました。うん。で、その全部の荷物を持って、1日、うーん、7時間ぐらいかな。うん、7時間、8時間、ずーっと歩いて、歩いて、歩いて、頑張って歩きました。これは本当に大変でしたね。で、まあ、もちろん、歩くのも大変なんですけど、みんなと一緒に生活するのも大変でしたね。うん。そう。まあ、10人ぐらいの大学生と、あとその先生一人がいるんですけど、その人たちと一緒に、まあ、毎日生活するんですよ。で、疲れてくると、みんなちょっとずつイライラしてくるんですよね。で、イライラしてくると、もうその空気が悪くなって、まあ、喧嘩とか、そういう人間関係の問題が出てくるんですよね。まあ、特に、私はそんなに気にしなかったんですが、他の人たち、うーん、結構大変そうでした。これは日本だけなのか、まあ日本だけじゃないと思うんですが、例えばクラスの中、普通に小学校とか中学校で、クラスの中で、まあ、例えばクラスがね、30人ぐらいのクラスがあったとしたら、なんか友達のグループってできるじゃないですか。で、その友達のグループができて、そのグループとグループで、ちょっとなんか喧嘩になるっていうか、なんかあのグループの人、なんでこんな、何々なのちょっとね、そういう悪口を言ったりして。うん。なので、この、巡礼で毎日毎日歩いてるときは、なんであの人たち、こんなに歩くのが遅いのとか、え、なんでこの人たち、こんなにうるさいのとか、わからない。まあ、そんな感じの、まあ、今考えたら本当に小さいことで、ちょっと喧嘩をしていたんじゃないかなと思います。うん。まあ、でも本当に、私は全然気にしないんですよね。うん。なんか私は本当にいろんな人と仲良くしたいというか、まあ、できると思うので、だから、まあ、グループっていうか、まあ、いろんな人と話して、で、なんか問題あったのどうしたのっていう感じで、そう、話を聞いていました。うん。まあね、話を聞くのもね、ちょっとね、大変なところがあるんですが、例えば、こっちの A グループでは、この B グループのなんかちょっと悪いことを聞いて、B グループでは A グループのちょっと悪いことを聞いてみたいなことがあったりしたような気がします。で、まあ、もちろん私は大学1年生で、お金が全然なかったので、毎日毎日、もう、すごく安い。
フランスパン、大きいパンを買って、で、そのパンに、ちょっと、お肉を乗せたり、ちょっと野菜を乗せたりして食べていました。もう毎日毎日、それを食べていたら、どん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 元気がなくなってきて、それはそうですよね。うん。でも本当にその時は、節約したいと思っていたので、そうやっていたら、なんと、途中で病気になってしまったんですね。私は、いつだったかな。多分歩き始めて1週間ぐらいの時だと思います。インフルエンザになってしまったんですね。インフルエンザは、もう、本当に大変でした。なんか、もう歩いていたら、明らかにいつもより大変、きつい。もう頭も痛いし、なんか歩くだけで倒れそうになって、もうこれはもしかしたらなんかやばい病気になったんじゃないかって思ったんですね。で、その日はなんとか全部歩いて、で、泊まるところに、着いてから、ちょっとこれは大変かもしれません。助けてください。って、いろいろな人にお願いをしたら、誰かが、その体温計を持っていて、その体温計で熱を測ったら、40度でした。そう。で、もう本当に何もできなくて、で、確か先生が病院に連れて行ってくれたんですよね。そう。で、病院に連れて行ってくれて、その時に本当に海外の病院に行くのが初めてだったので、すごく怖かったですね。皆さん、海外の病院に行ったことがありますか？言葉も通じないし、自分が何をされているのかもわからないので、すごく怖いです。言葉がわからないだけで、こんなに怖いんだって思いましたね。でも、その時に、点滴を打ってもらって、それでやっと元気になりました。もちろん、インフルエンザは1日では治らないので、3日間ぐらい私は歩かないで、ちょっとバスで移動して、それで休んだら、4日目ぐらいにもう歩けるようになりました。うん。いやー、でも本当に私、その時は、怖いし、なんか、もう、これに参加しない方が良かったかなーって思ったんですけど、でも、今考えたら、すごくいい経験だったと思います。貴重な経験ですよね。はい。それでまた歩き始めるんですけど、本当に、皆さん、毎日7時間ぐらいずーっと歩いたことありますか？ないですよね。人間って毎日7時間、8時間ぐらい重い荷物を持って歩くと、足の裏がもう豆といって、なんか皮が剥がれて、もう怪我をしたみたいになるんですよ。それがもう痛くて、痛くて、うーん。で、私本当に、バカだったので、あの、靴も
なんか、あまり紐をこう、ちゃんと結ばないで、紐をすごく緩い状態にして歩いていたんですよ。これなんでかっていうと、靴を脱いだり履いたりするときに、いちいち紐をこう取って、で、またその履くときに紐を結んでっていうのがちょっとめんどくさかったので、紐をすごく緩い状態にして、で、それで歩いてたんですよ。そしたら、やっぱり足がすごい悪くなってしまって、もう歩くたびに足の裏が痛くなってしまいました。本当に人間は経験しないと、学習しないですね。でその後はちゃんと紐を結ぶようになったんですが、やっぱり最初から周りの人の言うことを聞いておいた方がいいなと思いましたね。はい。うん。で、それからね、やっぱりもうみんなで歩いて、もう1週間以上、10日ぐらいね、歩いていたので、だいぶもう慣れて、ね、みんなと歩いていたんですが、やっぱり、うーん、10日ぐらいみんなと一緒に歩いても、なんか、その空気が良くないんですよね。空気っていうのは、そのスペインの空気じゃなくて、人間と人間の空気です。はい。なんか歩いてるときは、みんな何も話さないし、あとは、例えば、他に歩いている人たち、例えば、アメリカから来た人とか、スペイン人とか、うーん、ポルトガル人とかかな。いろんな国の人がいたんですけど、私たちはあんまり他の国の人と話さないで歩いてたんですよね。そしたら、スペインかななんか他の国から来た外国人が、私たちも外国人なんですが、なんであなたたちはそんなに一緒に歩いてて、しかも何も話さないの？なんか楽しそうに見えないよって言われたんですよね。で、確かにねって思って、その時に、今でも覚えているんですが、一日歩いた後に、みんなでご飯を一緒に作ったんですよ。それまでは一緒にご飯を作ったことはなくて、みんなバラバラにご飯を作るか、自分で買ってきたご飯を自分で食べるか、みたいな感じだったんですけど、初めてチームで分かれて、ね、その10人ぐらい行ってるのに、5人と5人で分かれて、グループで分かれて、そのグループで、ご飯を作りましたね。で、そのご飯を作って、最後に先生にどっちの方が美味しいか、決めてもらうっていう勝負をしました。私は、私のチームは、ポトフを作りましたね。で、向こうのチームは、チャーハンを作っていました。で、ポトフって、そんなに難しくはないですけど、ちゃんと野菜を切って、で、茹でて、ね、鍋の中でちゃんと茹でて、料理しなきゃいけないですよね。で、多分、チャーハンの方が簡単じゃないかなと思うんですよ。
ポトフの方が材料も多いし、なんかそのやらなきゃいけないこともいっぱいあるかなと思うんですけど、なんかチャーハンって、私も作れますけど、ね、卵をこう入れて、ご飯入れて、で、いろいろ材料入れて、で、結構早くできるんですよね。うん。しかも、向こうのチームに、あのーすごく便利な調味料を持ってる人がいて、その調味料の名前が、覚えていないんですが、日本で結構有名な、その、中華料理を作る時の調味料に、ウェイパーっていうのがあって、そのウェイパーっていう調味料みたいな、すごく便利な美味しい調味料を持っていたんですよ。その調味料を入れたら、もう料理が下手でもすごい美味しくなるみたいな調味料があって、で、向こうのチームはそれを持っていたんですよ。そしたら、向こうのチームの方が、なんか、美味しいっていうことでその料理の勝負には負けてしまったんですが、でも、とにかく、その料理の勝負をして、それでまたみんな、仲良くね、歩けるようになりましたね。うん。なので、あの時に、それをこう提案してくれた人、他のね、一人で歩いてた外国人でしたけど、すごくありがたかったなって思いますね。うんうんうん。で、それからね、やっぱりこうみんなで歩いて、で、大体もう、日程が決まっていたので、3週間ぐらいしか、歩けないということで、3週間でも結構長いと思うんですが、それで450キロぐらい歩きましたね。うん。本当に大変でした。でも、全然最後までは、歩いていないです。最後まで歩くには、もう1000キロ、1500キロとか歩かなきゃいけないので、この道の最後には、サンティアゴ・デ・コンポステーラという大きい、教会があるんですね。大聖堂というんですが、大きい教会があって、そこに行くのが、最後のゴールになるんですが、やっぱり、その、スケジュールが決まっていたので、途中で、その最後の途中の街で、もう帰らなきゃいけないっていうことになりましたね。うん。なので、本当はね、最後まで行きたかったですが、でも、大変だしあとは、もうね、2週間、3週間ですね。3週間ずっと歩けて、すごくいい思い出ができたので、みんな満足して、ね、帰る準備をね、始めました。うん。で、最後に、お土産を買おうっていうことで、いろいろね、お土産を買って準備していたんですが、確か、その街でお土産を買って、で、それをお土産を、ホテルに持って帰って、で、次の日、ホテルから、飛行機のね、ところに、空港に、行くっていうことで、空港に行ったんですけど、空港に行って、チェックインをするときに、あれなんか忘れてるな、気づいたんですね。で、よく考えたら、その、1万5千円ぐらいのお土産、全部ホテルに置いてきてしまったんですね。うん。1万5千円ですよ。今まで3週間ぐらい頑張って
安いパンだけ食べて節約してきたのに、1万5千円のお土産を全部ホテルに忘れてしまったんですよ。すごくショックでした。で、どうしようって思って先生に、ちょっと取りに行ってもいいですかって聞いたんですが、やっぱり時間がないので、ダメ。もうしょうがないから空港の中のお店でもう一回お土産を買ってくださいって言われて、そっか。バカだなーって思いましたね。本当に。いや、まあでも、その時にね、もう海外に行った時は、もうお土産をホテルから忘れないようにしようって、本当に強く思いました。うん。まあそれでね、お土産をちょっと買って、で、それで帰ったんですけど、まあ、この初めての海外に行った経験。私は、この経験をして、やっぱり一番、うーん、良かった経験としては、英語が全然できないっていうことに気づいたことですね。うん。私は前にも言ったかな。あの、英語を、えー勉強して、で、大学に入学したので、英語は、まあまあ、大丈夫かなと思っていたんですよ。でも、やっぱり、実際にいろんな人と英語を話そうっていうシチュエーションになると、やっぱり全然、なんか、英語を話せないというか、ちょっと恥ずかしくて、もう自分から話しかけられないですね。うんうん。まあ、なんか言われたら、まあわかるんだけど、でも自分から話すことが全然できなかったですね。で、私はもう、それがすごくショックで、え、自分ってこんなに英語ができないんだって思ってうん。うん、自分の中では、英語は、まあ、勉強したから大丈夫だと思ってたのに、やっぱり実際にそういうシチュエーションになると、全然ダメ、まだまだっていうことに気づいたんですね。そう。で、そこからずーっと英語のスピーキングの練習をね、するようになりました。うん。なので、私は今、その時より英語が上手にね、なりましたが、今、まあ、英語が上手になったのも、その時の経験のおかげじゃないかなと思いますね。うん。あとは、私はその時に初めて海外に行って、で、それから、海外って面白いなって思うようになったので、いろいろな海外に行きましたね。うん。いろいろな海外に行って、まあ、海外の人たちと、まあ、話して、で、まあ、いろいろな、文化を知って、カルチャーショックもして、それが、やっぱり、私の今の仕事につながっているんじゃないかなと思いますね。もし、あの時に、このプロジェクトに参加していなかったら、私は今、どんな仕事をしていたんだろうって思いますね。うん。私の仕事は日本語を海外の人に教える仕事ですから、こういう海外に行った経験とかが今につながっています。うん。だから、今までこういう海外の経験をしてこなかったら、日本語の先生っていう仕事はしていなかったんじゃないかなーって
思いますね。うん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 。そう。なので、そんな感じで、私は大学1年生の時に初めて、スペインに行って、サンチャゴ巡礼道という道を歩いて、海外の経験をしたという話でした。うん。皆さんはどうですか？皆さんは日本に、もしね、皆さんが日本じゃないところに、日本じゃない国に住んでいたら、日本に来るのが海外の経験ですよね。どうですか？何かそのカルチャーショックとか面白い経験を、していたら、ぜひ教えてください。私もまた他の、いろいろな経験を皆さんにシェアしたいなと思います。はい。では今日はこれで終わりです。さようなら。